今回完全に私の趣味会なんですけど、真冬の山に行くクレイジーツーリングをしようと思います。今回の目的地は秩父最奥の秘境神社三峯神社です。凍結も予想されるので、行けるところまでバイクで行って途中バスに乗り換えていく予定です。仕事終わりにレンタルバイク借りて夜な夜な走っていますが、疲労に眠気、気温は3度、とても眠いです。この時期の夜ツーリングはまさに鬼畜、けどなんだかんだでバイクは楽しいです。これから前から気になっていたコンテナホテルとかいうめっちゃロマンありそうな宿に泊まって朝一で秩父の山に向かいます。乗っているバイクは明日の朝紹介しますね。ということで本日の宿コンテナホテルに到着です。手足はとっくに凍えているのでさっさと暖かいお風呂に入って寝ます。こんなボンバーマンみたいな重装備でも夜は凍えます。今日泊まるのはこの大量に置かれたコンテナの一つ一つがワンルームの部屋になっていて、まるでビジネスホテルのようになっています。ハイエースとかプロボックスがたくさん泊まっていたので仕事で使う人が多いみたいですね。部屋は普通に綺麗でお風呂もついているのでまさにビジネスホテルって感じです。仕事の疲れもあるので晩ご飯食べて寝ます。お風呂入ってきます。よし。これがリアルなルーティーンです。バイク乗りの朝は早いです。晴れてるかな。そしてバイク乗りが朝に必ずチェックするのは天気です。晴れますように。晴れた。天気予報は晴れ、最高気温は市街地で6度なので山の方はもう少し寒くなりそうです。今回実験的に冬のツーリングをするのでどこまで着込めば快適に走れるのかを検証してきます。とりあえずいつもの極寒車中泊スタイルで行ってきます。これでも寒いようなら今後冬のツーリングは諦めます。今回乗るバイクは川崎の W230 というバイクです。かっ飛ばすっていうよりはのんびりとことこ安全運転で走れる素敵なバイクです。デザインも昔ながらのザ・バイクって感じのクラシックなデザインでおしゃれですよね。ということでホテルを出発して秩父方面に向かいます。気温は4度、路面凍結に気をつけながら運転してきますね。バイクは暖気する時の香りがいいんです。ということで私は今埼玉県の本庄市ってとこにいるんですけど、これから約1時間かけて秩父に向かいます。さっきの続きなんですけど、川崎は日本のバイク4大メーカーの一つなんですよ。男川崎とかって言われるぐらい武骨で渋いバイクが多いイメージです。他にも技術のホンダ、芸術のヤマハ、変態のスズキがあります。私も普段ジムニーでお世話になっているスズキですが、バイクは一風変わった面白いモデルが多いんですよ。今回私が乗っている川崎は個人的に車で例えると三岡みたいな感じです。そういえば年末年始はずっと働いていたのでまだ初詣に行けていません。目的地は秩父最奥の秘境神社三峯神社です。年始の大雪スタック大騒動があったのと凍結と雪でバイクだと危ないので途中からバスに乗り換えて参拝に行ってきますよ。幼少期からドラゴンボールを見て育った私はブルマがバイクに乗る姿に憧れてバイクの免許を取りました。もともと仕事人間、休日は家に引きこもって一生アマプラとネットフリックス、何気なく教習所に行ったら思いのほか楽しくて教習中はずっとワクワクしていました。そのせいで卒検1回落ちたんですけどね。バイクでアウトドアにハマってジムニーを買うことになったので、何気ない趣味一つで人生って大きく変わるもんなんですね。バイクにもスポーツタイプやオフ車、アメリカンみたいな感じでいろんなタイプがあるんですけど、アメリカンは重すぎてこけたら起こせないのでダメ。オフ車はシート高が高くて足がつかないのでダメ。スポーツタイプは運動神経悪い私が乗ったら事故るからダメ。ってことで短気筒のクラシックに乗っています。生身で運転していて事故ったら即死か大怪我。実力がつくまではカブとか W230 みたいなバイクでのんびりツーリングを楽しむことにしています。あと見た目もクラシックが好きなんですよね。だんだんと山道の方に入ってきました。
バイクに乗っていて一番楽しいのは信号のないワインディングをひたすら走ることです。ワインディングを駆け抜けて山奥の温泉入って美味しいご飯を食べるのが醍醐味なんですよ。景色を楽しむって意味では車よりも臨場感があってワクワクします。そうこうしているうちに目的地の道の駅大滝温泉に近づいてきました。大滝温泉より先は凍結のリスクがあるので、その先からはバスに乗り換えます。と思ったらまさかのトラブルで、大滝温泉までの道は落石の影響で二輪は通行禁止になっていました。こっちの方に行きたいです。はい。こっち土砂崩れになってて行き止まりなのはご存知ですか？あ、そうなんですね。わ、かりました。こっちできないんで、多分こっち行ったらその引き返してくるようになっております。少し引き返すと三峰口って駅があって、そこからも三峯神社行きのバスが出ているみたいなので、バスに乗り換えてきますね。ということで駅に来ました。駐車料金は500円って書いてあったんですけど、駅のおっちゃんがバイクはタダでいいよって言ってくれました。それにしても秩父の山は空気が美味しくて最高です。気持ちいい。美味しい空気。世の中ヘルメットを盗むクズもいるので荷物になりますが持っていきます。駅はレトロで雰囲気最高です。ちょうど数分待てばバスが来るようなので、ちょっと駅を散策して待機しますね。バス停で待ちます。ありがとうございます。土砂崩れで行けなかった大滝温泉も通ったので、降りて温泉入ってきます。着きました。大滝温泉。温泉入って体休めてから出発しますね。バイク乗った後の温泉は至福。何よりも幸せです。大滝温泉を出発してバスに揺られること50分。標高1100メートルに位置する三峯神社が見えてきましたよ。こんな山奥に一体誰が神社を作ったのか気になりますよね。ということで、三峯神社の歴史を調べてみました。様々な伝説が残されている三峯神社ですが、正式な記録として残されているのは、約800年前に畠山重忠という武将が訪れたという記録です。江戸時代中期頃が信仰の全盛だったそうですよ。今では関東屈指のパワースポットとされていて、アクセスは悪いものの人気を博しています。標高1100メートルなので肌寒いですが、空気は澄んでいて心が浄化されます。都会の薄汚れた空気に嫌気がさしている人こそ足を運んでもらいたいです。それぐらい空気が美味しいですよ。800年前に訪れた人たちも同じ景色を見ていたと考えると、なんだか感慨深いです。着いたー。美味しい空気です。このまま参拝して美味しいご飯食べて帰りますね。最後は秩父名物の味噌ポテトを食べて帰りますね。いただきます。久しぶりの三峯神社、最高でした。日が暮れるとバイクの運転は危険なので明るいうちに帰ります。安全運転で帰ります。今回は完全に私の趣味会でしたが、最後まで見てくれてありがとうございました。たまにはこういったバイク会もやってみようと思います。じゃあまたねー。